オス狂いの親友を生き埋めにした18歳の少女。近年稀に見る未成年凶悪犯罪の全貌とは。2015年4月19日、千葉県千葉市。担当最高、推ししか勝たん。ホテルの玄関から友人と2人で姿を現したその少女は A さん。いわゆるホス狂いだった彼女はその日ホストクラブで100万円のシャンパンタワーを注文。店を出た後も担当ホストの喜ぶ顔の余韻に浸りながら過ごしていたんです。そうやって A さんが浮かれ気分で歩いていた時のこと。彼女の行く手を阻むようにして止まった1台の車。あっけに取られる A さんをよそに車から降りてきた一人の少女が怒りをあらわにこう叫んだんです。なんでバックレんだよ、早く借りたものを返せ。鬼の形相で A さんを睨みつけるその少女は A さんの親友湯浅成美。そのまま無理やり車に乗せられ連れ去られてしまった A さん。彼女はこの後湯浅によって生き埋めにされてしまうんです。ホス狂いの親友を生き埋めにした少女。まだ10代の彼女が残虐極まりない犯行に走った理由とは。少女が絶対に許せなかった推しに貢ぐための裏切りとは。おそすけんちゃんです。闇やみかです。最近ね、てか前からなんですけど、山本裕介がホストになるたびたび出てきてるわね。やつがね、大阪編マジおもろいっす。何がおもろいの？なんか山本裕介が席つくんですけど、女の子のね、お客さんたちそれぞれ特徴があって、山本裕介が顎食いすると惚れちゃう女の子と顎食い姫ってナレーション入れててめちゃくちゃ山本裕介と寝たい女の子のこと枕姫とかなんかね、山本裕介が名付けてるんじゃない、番組がね、番組が悪いじゃない。そうなんかおもろいんだよね、あれね。俺ら夜の世界知らんじゃん、ちょっとこうやって見てみると面白いなーっていうのはあるんで。なんかその王毅将軍みたいな人誰だ？軍神ね。軍神ちゃんも出てくるの？まだ軍神も出てくる。てかあれ軍神がおもろいから。軍神がおもろい。そう、軍神から何を学べるかっていうコンテンツでもあるから、皆さんもね、興味あれば見ていただければと思うんですけど、本日ご紹介するのは船橋18歳少女殺害事件について。この事件、18歳の少女が親友を生き埋めにしてしまうという日本の未成年犯罪史上でも類を見ない残虐性で非常に注目を集めた事件なんです。夢はちょっとえげつないわね。しかももともと親友って言えた同士の仲だったわけでしょ。なんでそこまでできるようになっちゃうの？もともと被害者の女性がホス狂い、ホストに通い詰めてたホス狂いって呼ばれてたんですけど、犯人にとってはそのホス狂いの彼女が後に起こした行為が許せなかったんじゃないかって言われてるんです。何をしたの？少女の怒り。2015年4月20日、千葉県船橋市。本当にまだ10代の子がこんなひどいことをしたっていうのか。とある畑を訪れた警察官は顔をしかめながらそうつぶやきました。その日掘り返された土の中から見つかったのは少女 A さんの遺体。 A さんは生きたままその畑に埋められ窒息死してしまったんです。そして警察はすでにこの残虐非道な殺人を犯した犯人に目星をつけていました。なぜなら警察がこの畑にやってきたのは次のような通報が寄せられたためだったから。友達が女の子を生き埋めにしたって言い回ってるんです。友人を生き埋めにしたと周囲に吹聴していた少女は湯浅成美。殺害された A さんの幼馴染で、かつて2人は親友同士だったといいます。犯行時、湯浅は3人の男を連れていました。彼らもまた A さんの殺害を自慢げに言いふらしており、4人が犯人であることは疑いようもなかったんです。 A さんが生き埋めにされてしまったのはこの前日のこと。彼女と親友の湯浅の間に一体何があったというのでしょうか。遺体が見つかる前日の4月19日の夜、友人女性と2人で千葉市内を歩いていた A さん。最高だったね。でもあんなにお金使って大丈夫なの？2人はその日ホストクラブで行われたパーティーに参加。いわゆるホス狂いだった A さんは100万円もするシャンパンタワーを注文。担当ホストからチヤホヤされた後、満足げに店を後にしたんです。まだ18歳の子が100万も使えるってさ、しかもね、シャンパンタワーってそんな高いの？僕はあんま分かんないですけど、まあなんかね、アルゴメトリ的な調べをしました。というわけで本日のメトラキーワード、シャンパンタワーについて。何でもやるわね。シャンパンタワーとは、シャンパングラスをピラミッドのように積み重ね、上からシャンパンを注ぐホストクラブではおなじみのパフォーマンス。一番小さいものでも3本から5本のシャンパンが必要になるため、どんなに安くても数十万円のコストがかかってくるんです。グラスの数が10段など大きなシャンパンタワーを頼めば値段は優に数百万円超え。シャンパンの銘柄によっては1000万円を超えることさえあるんです。中には女の子に無理にシャンパンタワーを注文させ売り上げを稼ごうとするホストも。 A さんにしてもまだ10代の彼女が100万円のシャンパンタワーを注文できる余裕があるとはとても思えませんでした。ホストクラブでの楽しい時間を堪能した後、上機嫌で夜の街を歩いていた A さんとその友人。その時でした。何？
A さんの行く手を阻むようにして止まった1台の車。 A さんがたじろいでいると、その中から見覚えのある人物が姿を現すんです。あんた何ばっくれてんの？友人から物借りてんだから電話ぐらい出ろよ。鬼の形相で A さんを睨みつけたのは同級生の湯浅成美。ごめん、携帯の充電が切れてて連絡できなくて、今から仕事だから今日は勘弁して。 A さんは罰が悪そうにそう言うと、湯浅をやり過ごそうとしました。しかし車に乗りな、話はそれからだ。湯浅はそう言って A さんを無理やり車に押し込み、夜の街へ消えていったんです。もしかしてこれは A さんが湯浅からお金を借りてて、それで散財してたとかってそういう話なのかしら。そういう話だったら怒る気持ちはわかるわよ。ちょっと生き埋めまではあまりにもやりすぎだけどね。違うんすよ。 A さんが借りてたのはお金じゃなかったんです。この後車内では意味深な会話が飛び交うんです。車に乗せられた A さんは後部座席の真ん中に見知らぬ男2人に挟まれる格好で座らされました。湯浅はそうやって逃げる余地をなくし A さんを尋問。ねえあんた、なんで卒アル返さないの？だからそれは今度返そうと思ってたの。今度っていつだよ。連絡しても返さないくせに。激しく怒鳴りつける湯浅。乗り合わせた男たちは彼女に同調し A さんから財布を強奪。これだけかよ。男は財布の中身を確認すると鼻で笑いました。そして次の瞬間、いた！A さんの頬を思い切り殴りつけた湯浅。彼女は続けてタバコに火をつけると不敵な笑みを浮かべたんです。お前が悪いんだからな。これからどうなると思う？いっぱい楽しもうね、A ちゃん。卒アルを返さないって、そもそも卒アルって借りる借りないとかそういう問題じゃなくない？聞いたことねえよね。ねえ。そもそも A さんにとって友達の卒アルっていうのはホストに貢ぐために必要なものだったんですよ。一体彼女は友人の卒アルを何に使っていたんでしょうか？ひび割れた友情。高校入学までの湯浅と A さんの関係はほとんど一緒に暮らしているような中、 A さんは湯浅の実家にずっと入り浸っていたといいます。その関係性が一変したきっかけは A さんの高校中退。学校を辞め夜の街で遊び歩いていた A さんはある時、彼女を夢中にさせるそれに出会ってしまったんです。お姉さん今一人？よかったらうちで遊ばない？ A さんに声をかけてきたのはホストクラブのキャッチ。何気なくその誘いに乗ったことが全ての始まりだったんです。ホストクラブって超楽しい。早く彼にまた会いたいな。数時間後、ホストクラブを後にした A さんはうっとりとした様子で容姿端麗な男性との甘いひとときを思い返していました。しかし高校を中退したばかりの A さんにまた店へ通えるだけのお金などあるはずもないんです。そこで彼女は風俗店で働くことに。ただそのためには一つ大きな問題がありました。まあね、ホストクラブって A さんみたいにさ、全然興味なくても一回行っちゃったらそっからめちゃくちゃハマっちゃったみたいなね、そういうことよく聞くわよね。でもその風俗店で働くための条件って18歳なんでしょ？満たしてんじゃないの？まあそういうところを証明するために必要になってくるのが卒アルだったんですよ。風俗店で働くことに決めた A さんですが、彼女は仕事をする上で絶対に必要なものを持っていませんでした。それは顔写真付きの身分証明書、運転免許証などを持っていなかった A さん。彼女は何か代わりになるものがないか必死に考えを巡らせます。そこで思いついたのが中学校の卒アルを使うこと。 A さんは早速卒アルを身分証代わりに提出し、風俗店で働き始めるんです。そしてホストに貢ぐことが目的だった彼女は、とりあえずのお金が入ればそれでよく、面接に受かっても仕事が長続きしませんでした。そのためまた次の問題が現れるんです。やっば、卒アル前の店に預けっぱなしじゃん。そう、風俗店を一度辞めた A さんはホストに貢ぐお金がなくなったタイミングでまた別の風俗店で働こうとしたんです。しかし身分証代わりの卒アルは無断で辞めてしまった前の店に預けっぱなし。仕事をばっくれている以上取りに行くこともできず、 A さんは次の店の面接を受けられなかったんです。そして A さんは次のような考えに至ります。じゃあ湯浅に借りればいいか。いや、これは確かに誰でも起こるわよ。しかも A さんが卒アルを借りた友達ね、一人だけじゃないんですよ。めちゃくちゃ借りてた。 A がみんなから卒アル借りパクしまくっててマジやばいんだけど、なんなのあいつ。その日湯浅の元に飛び込んだのは A さんに卒アルを貸した友人からの電話。そう、あの後 A さんは風俗店の面接を受けてはやめてを繰り返し、湯浅以外にも何人もの友人から卒アルを借りたまま返していませんでした。あいつマジで何考えてんの？ちょっと許せないんだけど。 A さんが自分以外の同級生にも卒アルを借りていたことを知った湯浅は激しい怒りを覚えます。以降も A さんと親友だった湯浅の元には卒アルを貸した友人からの不満の声が次々に寄せられることに。くそ、あいつが電話出ないせいでみんな私に言ってくんじゃん。なんなのよもう。このようにしながら日増しに苛立ちを募らせていった湯浅。そして彼女の怒りが爆発してしまったのは友人の一人から次のような電話を受けた時。ねえ聞いてよ、A が今度100万のシャンパンタワーやるって。ここまで聞くとね、A さんにも悪いとこあったんだなって、それはちょっとは思うけど、生き埋めに
にされることのほどじゃないのよ、やっぱり。ただ湯浅たちね、レイさんを生き埋めにしたのには理由があったんですよ。そしてその理由は鬼畜以外の何者でもないものだったんです。躊躇なき犯行。2015年4月18日、湯浅は彼氏の井出祐樹、井出の仕事仲間の中野翔太に A さんのことを相談。あいつ卒アル返さないし警察捕まる覚悟でマジでやっちゃうよ。そう言って憤る湯浅を前に井出は仕事仲間の中野に次のように尋ねます。埋めるならどこがいいかな。あと殺してから埋めるのと生きたまま埋めるのどっちがいいと思う？すると中野は何のためらいもなくこう答えたんです。生き埋めの方がいいな。殺してからだと運ぶのが重いしな。ここから3人は井出の実家近くの畑に A さんを埋めることに。その後ホームセンターで高速用の結束バンドや粘着テープ、口を塞ぐための靴下などを購入。畑に深さ80センチほどの穴を掘り犯行の日を迎えるんです。こぶのが重いから生き埋めってするってさ、物のように人を扱ってね、しかもこの2人の男なんも A さんと関係ないじゃないのよ。なんなのいきなり出てきて。湯浅に関しては明確な動機はあったんですけど、この2人に関しては興味本位だったってのが一層許せないですよね。2015年4月19日、湯浅は16歳の少年を1人仲間に加え4人で犯行に臨むことに。そしてその日 A さんはホストクラブを出た後、千葉市内のホテルで休憩しており、情報を聞きつけた4人はホテルを出てきた彼女を無理やり連れ去ったんです。ここから一行は船橋市にある畑へ車を走らせます。この間湯浅たちは A さんの手足を結束バンドで拘束し、口には靴下を突っ込んで粘着テープで固定、さらに頭から袋をかぶせ一切の視覚を封じました。 A さんは身動きすら取れない中、これから何をされるのか、どこへ連れて行かれるのか、先の見えない恐怖にただ震えるしかなかったんです。そんな彼女に向かい犯人のうちの一人の中野は無慈悲にこう告げます。これからお前は死ぬんだよ。車に揺られる間も A さんは湯浅にタバコの火を押し付けられ、井出や中野から散々に暴行を加えられ、もはやボロボロの状態となっていました。そして深夜、船橋市の畑に到着した湯浅たちと A さん。湯浅の彼氏の井出は仕事仲間の中野と A さんだけを車から降ろすと、中野にこう言った。車止めてくるから先に始めといてくれ。俺もやりたいから顔だけは埋めるなよ。わかった。そして井出たちが走り去った後、中野は掘っておいた穴の中に A さんを落とすとこう命令した。横になれ。その身を震わせながらも逆らわず地面に体を横たえた A さん。中野はスコップを手に取り、少しずつ彼女の体に土をかぶせていく。その時だった。殺さないで、知りたくない、お願い、卒アルもお金も返すから。 A さんは涙を流しながら中野に必死に懇願した。それは生きたまま埋められようとしている少女の反応として至極当然のもの。しかしその訴えは中野にとっては逆効果だった。うっせえな、静かにしろ、周りの家に聞こえるだろ。焦った中野は A さんの声が聞こえなくなるまで必死に土をかぶせ続けた。湯浅たちが畑に戻ってきた頃にはすでに A さんは生き埋めにされた後、湯浅の彼氏の井出は早々に A さんを埋めてしまった中野に笑いながらこう言いました。お前もう埋めたの？鬼だな、俺もやりたかったのに。ここから犯人の4人は農具で地面を鳴らし、上から葉っぱをかけて隠蔽した上でその場を後にするんです。純粋に中野はさ、A さんから命乞いされて何にも感じなかったのかしら。だって冷静に考えて卒アルを返さなかった、それだけが発端の話なのに泣いて何も思わないとかある？そもそも生き埋めを思いつく時点で人の心持ってない奴らなんですよ、こいつら全員。事件から2年後の2017年1月25日、強盗殺人の罪に問われた湯浅に下された判決は無期懲役。判決の日はそれぞれ異なりますが、共犯の井出、中野も同じく無期懲役に。そしてもう一人の16歳の少年は年齢が考慮され少年院送致になりました。強盗殺人とされたのは犯行時 A さんの財布から湯浅が1万円、共犯の井出と中野がそれぞれ2000円ずつを奪っていたため、この件に関し湯浅は盗んだ1万円は犯行当日仕事を休んだ休業保障で強盗ではないと主張。この他裁判中には次のような発言も。このくらいの罪なら10年くらいで出所できるはずよね。出所したらネイルサロン開業してトップ取ってやるわ。ずずしいなこいつ。湯浅に下された無期懲役の判決は未成年に与えられるものとしては最も重い刑。一切反省のない彼女の態度を思えばその刑も妥当だったと言えるでしょう。親友に裏切られた復讐に生き埋めという残酷な方法を選んでしまったわずか18歳の少女。復讐を実行に移す行動力があった彼女なら道を踏み外した親友を正すこともできたように思えてなりません。
女性100人を強姦殺害し胸や尻を噛みちぎった男。それでも女性ファンが殺到したシリアルキラーを知っていますか？ 1979年6月、アメリカフロリダ州マイアミ裁判所には250人もの記者が押し寄せていました。この日行われようとしていたのはフロリダ州立大学カイオメガ女子寮を襲った殺人犯の裁判。犯人は女子寮に忍び込み、睡眠中の女子大生2人に性的暴行を加えた上で殺害。女子大生たちは頭蓋骨が砕けるほどに殴られ、胸や尻の肉が噛みちぎられるという見るも無残な遺体となって発見されたのです。犯人は同じ手口で100人近くを殺害したとも噂される前代未聞の連続殺人鬼。裁判は全国に向けて生中継される異例の事態となりました。しかし法廷に詰めかけた報道陣はそこに現れた男を前に誰もが狐につままれたような表情に。彼が本当にあんなひどい殺人をやったってのか。記者の視線の先には人当たりのいい笑みを浮かべる美青年が。知的で礼儀正しい彼の振る舞いは到底犯罪者には見えなかったんです。テレビ中継が終わるとこの恐怖の連続殺人犯には女性ファンが殺到。アメリカ中を翻弄したその男の名は、そうテッド・バンディ。100人近い女性を強姦殺害し、その遺体を散々にもてあそんだ男。魅力的な外見で人々を操り、凄惨な殺人を繰り返していったテッド・バンディの思惑とは。犯行動機を最後まで語らなかったその男には、一人の女性への秘めた思いがあったんです。